んにちは、東雲はつりです。皆さん、乾燥していますか？今日本は冬真っ只中。でも日本は高温多湿の国なので、日本のお家は1時間で家の中の空気が半分も入れ替わるようにできています。当然冬は外の空気が乾燥しているので、家の中をガンガン加湿する必要があります。加湿器には大きく分けて超音波式と加熱式がありますよね。はつりは手のかかる超音波式は苦手なんですよね。手入れをサボるとカビが生えてきます。そこで水が沸騰するからカビの生えない加熱式を使っているんですけど、これポットのくせに水の残量計がナーフされていたり、タンク式じゃないから水を入れるのが面倒なんですよね。この加湿器を一切動かさずにボタンポチで水が勝手に入ったら全ての悩みが解決すると思いませんか？そこで今回は自動で水が入る加湿器を作っていこうと思います。全自動にするのも全然難しくないんですけど、バグって家が水浸しになったら仕事が増えちゃいますよね。便利にしようとして逆に仕事が増えちゃったらもう終わりです。それは絶対に避けないといけません。今回は自動で水がちょうどいい量が入る機能に一つだけスイッチ操作が必要という制約を入れておきます。壊れても機械的に水を止められる仕組みがあればなおいいですよね。改造をするとして部品をポットのどのあたりにつけようかな。デザインや利便性を考えると後ろ一択なんですけど、今回は安全性と加工のしやすさを重視して蓋だけ改造していくことにしました。これ蓋ね、外せるんで楽です。中蓋を外して干渉しなさそうな穴開け位置をマークしておきます。じゃーん、素材を買ってきました。蓋が分厚いのでウォーターガンをぶっ刺すことにしました。配管を曲げる L 字とか、これスイッチですね。今回の用途では光ると便利なので発光スイッチにしました。100均で買った適当な箱、これが 100V の電磁弁です。ノーマルオープンとノーマルクローズのものが売っていますが、電気を入れた時に水が流れるノーマルクローズを使った方が絶対に安全です。電源や制御系が壊れた時に安全に触れる部品選びが大切ですね。じゃあノーマルオープンの使い道ってないんじゃないかって言われると、そんなことはなくって、例えば水を流して冷やさないと壊れてしまうシステムの冷却用とかだと、ノーマルオープンの方が電源や制御が喪失してしまった時に安全に触れるってな感じで選ぶことがあります。工場の機械とか Google のデータセンターのサーバーなんかは水道水で冷却していることもあるみたいですよ。高いシステムが停電とかで壊れたら大損害ですよね。あとはこれフロートスイッチですね。このフロートが浮かんで一定の水位に達したのをキーにして電気を遮断できるスイッチです。平行形で言うと位置が電気の通らない状態で位置以外が電気の通っている状態になります。このフロートを取り出して向きを変えるとノーマルオープンとノーマルクローズを切り替えられるのでめちゃくちゃ便利です。蓋にぴったりの穴を開けるために正確な太さを測ります。アナログノギスの使い方は意外と簡単で、ミリ単位まではこの上の0の線までの数字を読めばいいです。上の線と下の線がずれていたら下のメモリと合うメモリ、今回なら55ぐらいの位置がぴったり合うので、このノズルは 9.55 ミリということになります。安物のデジタルノギスもそれなりに精度がいいんですけど、安くて精度がいいノギスが欲しい人は金属製で数値がずれないアナログノギスを買うといいでしょう。ウォーターガンのシャワーノズルが邪魔なのでカットします。刺さりやすいように先を整えていきます。蓋に小さめの穴を開けていきます。こちらから開けた方が見栄えが良くなるので、貫通したらこちらから本命の穴を開けていきます。
します。フロートスイッチを組み立ててテストしてみましょう。水をいっぱいにした位置でスイッチが切れるように位置を調整します。目印をつけます。水道につなぐアタッチメント部分を作っていきます。日本では基本的な区内の上水道の工事は資格が必要ありません。水道用工事はネジの細かい規格の組み合わせがとても難しいです。ですが、シールテープを巻くかシールゴムを使って水が漏れないようにしてやるのが肝で、これさえできていれば大体なんとかなります。水道で大失敗してもね、元栓を閉めてトイレに行かなければ何にも問題はありません。気晴らしに外食でもして銭湯で一っ風呂浴びましょう。決してね、冷蔵庫に貼ってある磁石の会社とか検索で一番上に出てくる水道工事屋さんに電話してはいけません。冷静にね、Google マップとかで自分の町の普通の水道工事屋さんを見つけて電話しましょう。水道関係ができたら回路を組んでいきます。今回の回路はフル 100V の電気回路で全く電子制御は使いません。フロートスイッチがオンになったらロッカースイッチに電気がいきます。ロッカースイッチを入れると電磁弁に電気が流れて水が出てきます。電磁弁と平行にパイロットランプにも電気が流れるので、水が出ている間はランプも光ります。フロートスイッチがオフになると電磁弁がオフになって水が止まりますが、これは外からは分かりません。でも電磁弁と一緒にランプもオフになるので、給水が終わったことが分かります。給水が終わったらロッカースイッチをオフにします。今回はこういう回路を作っていきます。今回はいつも使ってるハンダゴテが出払っていたので、家にあった安物の電池式ハンダゴテを使いました。でも明らかにパワーが足りてませんね。家庭用電源の回路なのでハンダ不良があると危険です。今回は奥の手としてライターブーストを行いました。ハンダゴテをライターで炙って手の熱量をブーストしつつハンダ付けを行います。見違えるようにパワーが上がりましたね。祭りはこの技を極めているので、鉄釘とライターがあればハンダ付けができます。ハンダだけ持ってればコンビニで買えるものだけで家電の回路の修理できると思います。完成しました。水道につないでいきましょう。あれ？はい、初りは知らなかったんですけど、屋外用のワンタッチジョイントと屋内用のワンタッチジョイントって形が微妙に違うみたいです。はい、直しました。給水スイッチを押すとランプがついて水が、あれ？おっと、物理スイッチをつけたのを忘れていました。はい、給水スイッチを押すとランプがついて水が入っていきます。規定量の水が入るとランプが消えて水が止まります。スイッチを切ります。あとは普通に電源入れるだけですね。見てください。無事に湯気も出てます。大成功です。やったー。水がなくなって止まったらまたこのスイッチを入れていきます。ランプが消えたら電源オン。ノーメンテ加湿器の完成です。やった、最高。いやー、冬になると加湿器とか本当にめんどくさいですよね。でもやらんと肌カサカサになりますからね。今回の DIY で冬の生活レベルはマジで向上しましたよね。部屋の湿度が 25% くらいから
60% くらいになりました。湿度が高いと暖房の熱が熱く感じるので、暖房の温度下げれるかも。あとは課題なんですけどね、加熱式加湿器ってだんだんミネラルが固まって中に溜まっていくんですよね。たまにクエン酸で溶かしてやらないといけないんですけど、ポットと違って加湿器はポンプに詰まることがないですからね。ワンチャンワンシーズン乗り切れないかなと思ってますけど、どうなるんでしょうか。今回いかがだったでしょうか。面白かったよって方はチャンネル登録、高評価、SNS でシェアしたり YouTube コメントをいただけると励みになります。それでは今回もご視聴いただきありがとうございました。バイバーイ。